皆さんおはようございます。おはようございます。僕たちは日本一周を終えて静岡県へ移住した寺田夫婦です。今回は伊豆半島の方に足を運びたいと思います。こちらに移住してから一度行ったことはあるんですけども、うん大室山に今回行きたいと思いまして、メインはまずは大室山で、日本一周中は大室山のリフト強風のため登れなかったんですけど、実際その1回行った時にすごい良くて、今はちょうど富士山も雪がかかって綺麗なので、また違った大室山を楽しめるんじゃないかなと思って今から行ってきます。せっかく伊豆の方にも行きますので、それ以外温泉に入ったりとか海鮮食べたりとか、する予定ではいます。最後は冬ということもあってイルミネーションも見れたらなと思います。自分たちの体力が持つかどうかはちょっと置いといて、結構盛りだくさんなプランで日帰りで伊豆の方を楽しんでいきたいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは今回もよろしくお願いします。今富士市でガソリンを入れましたので、これから高速に乗って伊豆まで向かいたいと思います。はい、前の方に富士山が見えているんですが、本当だ、見えてる。先っちょだけかな。本当だね。今日は雲がちょっと多くて、一応天気晴れ予報だったんですけど、富士宮の方は雲が多めな天気になってます。やっぱり夏が終わって秋から冬にかけてからは朝はもうくっきり富士山が見えるようになりました。夏はやっぱ大体がもう起きて外見たら雲に覆われてるって感じだったけど、そうだね。じゃあここから高速に乗ります。私たちも高速を使えるようになりましたからね。別に使えたよ。使えたけど使ってなかっただけの話。日帰りで行くとなるとこういう時高速必要やなっていうのはあるよね。そうやね。途中に寄りたいとこがある場合やったらまあ下道で行っちゃうけどね。一応大室山のリフトはホームページの方でリフト運行状況がわかるので、今んとこ平常運行中とはなってる。あそこすごい並んでるからね、今日は多分大丈夫だと思うけど。さあ東京に行くぞ。待ってろ東京。また来月東京には行く予定でして、コーヒーの試験で行きます。とうとうりょうくんもコーヒーインストラクターという名の称号を得られる気がきますか？そういうことになりますね。まずは日給を取りたいと思っておりまして、それこそ3日前に1回東京に電車で行って講習会を受けてきたところです。りょうくんの場合は新幹線を使わずに鈍行で行くという料金が違うもんね。どっちかですね。タイムイズマネーな時代にそんなわざわざ何時間もかけて鈍行で行くのか、新幹線でピュッと行くのか。まあ安さを選びますよね今はそうその新幹線東京まで乗ったのはもうワークマンイベントだけで、あとはもう基本的に電車です。早いもんね、本当に新幹線。早かったね。ここから1時間20分ほど走って目的地まで向かいたいと思います。安全運転で向かいます。ようやく大室山に着きました。すごく曇ってはいますが、風の方は大丈夫かな。今のとこは紅葉はしてるんだろうけど、天気が悪いとちょっとよくわかんないです。前回は親戚がこちらに来た時に一緒に行ったんですけど、大室山の景色すごいんだろうなぐらいに思ってたんですけど、実際見たらめっちゃ良くて、また行きたいなって思ったんよね。行った時期がすごい新緑というか、夏だったからか緑が綺麗でね、今はちょっともう黄色くなってきてるんですけど。駐車場どうしようかな。手前に止める？向こう行ってみる？ここは行ってるんじゃない？行ってないのかな。こっちに止めてる人結構いるけど、相変わらずいっぱいな感じかな。じゃあ第2駐車場に止めたいと思います。でも前来たよりは人少ないね。圧倒的に少なめかな多分。こちらから乗りたいと思います。以前来た時はここはもう向こうまで行列ができるぐらい並んでたんですけど、今日はスカスカです。ね、今日少ない。ワンちゃんも一緒に入れますよ。風が全然吹いてなかったので。寒いけどね、曇ってるから全然風上がない。はもうちょい寒いのかもだけど。料金は1人1000円で入れます。大室山はですね、君の名はの聖地ともなっています。三葉と滝くんが山の上で出会うところのモデルと言われている場所です。前回はここに来てリフト休止中っていうような看板を見たので悲しかったです。だから来る前にはちゃんとホームページで見ておくことをお勧めします経験上の話。はい、経験上の話。あります。
はい、よいしょ。今日もアミさんとデート気分を味わおうをお届けします。アミさんとデート気分を味わおうのコーナー始まりました。じゃあ本日はですね、大室山にやってきております。デート気分を味わおうなのに自分の解説があるっていうところです。そうです。主催も私ですし、ひんやりはしてるけど風がないから良かったね。だいたい5分ちょっとぐらいこれを登っていって、はい。上の山に登るんですけど、歩いて登るコースがないので必ずここのリフトに乗らないといけないというところです。ないんだね。そうです。そうなんだ。記念写真撮影スポット。どんなポーズをしよどうんかな。なポーズでいこう。はい。ありがとう。あ、声も聞こえるんだったね。ズーって言ってくれた。ありがとうございました。うわ、全然風吹いてないの。本当だ。よかった。寒くない。では行きます。3、2、1。茶色いね今。茶色いね。全然違う。夏の時とそんなに紅葉してないと思ったけど黄色い。円源神社がここにもあるんだよね。ね、前回ここ通んなかったから通ってみようかな。うん。人でアーチェリーしてる人がいる。そう、アーチェリーしてる。円源神社、失礼します。実際さ、真ん中は神様の通り道だけどさ、右か左かってあるのかな。いや、それはね、なんか俺前聞いた時は、うん、それは言われなかった。そうなんだ。どちらでも。なんか土が結構こういう赤い、ほら、なんていうのね、火山、軽石みたいな。わかんないな、その辺俺には。すごいよね、本当。すあ、いい景色。ごい、本当に無風だ。今日はすごいね。別世界なんだよね、ここ。すごい。富士山が見えるといいけど見えないかもね。ちょっと曇ってるっていうところはまあ残念なんですけど、綺麗には違いないです。この上から見下ろす感じがかっこいいんだよね。結構カラフルな屋根多いよね。こうやって見るとね。海だ。綺麗。こうワンちゃんも一緒に歩けるからいいよね。ねえ、いいよね。一番高いスポットまでやってきました。結構ね、急だからね、疲れますよ。この坂を登ってくるところが結構疲れるかも。あっちに本当は富士山があるんだけど、今日は見えないね。見えませんね、残念ながら。多分この辺かな、シルエット的に。で、上の方には大室っていうフォトスポットがいうのがあります。周りそれぞれ景色違うから、そうね、外を見るのが楽しいよね。すごい紅葉してるあの山、何山なんだろう。すごいね。ね、紅葉の時期だわ。今日が11月の11日です。ポッキーの日に撮影しています。みつはってこの辺で探してたのかな。滝くん、みつは。めっちゃいい映画だよ。みんな見たことない人絶対見たらいいと思う。なんか改めて見ると、あ、やっぱいい映画だね。なる。本来だったらこちら側に富士山が見えていて、で今の時期なのでもう雪も富士山かかってきてるから、最高に綺麗に見えると思います、天気が良ければ。朝のうちだったら見えてたんだろうけども、まあでも最近静岡県も冬になってきて空気が澄んできたから富士山見える回数も多くなって、それが嬉しいです。そうだね。大室山言えてないです。めっちゃいいとこだ。言えてなかった。海も見えて半島も見えて富士山も見えるというベストスポット、最高です。夏の方がどちらかというともうすごい緑が綺麗っていう感じだけど、落ち着いた雰囲気もあるってことが、秋冬にかけてはこんな感じだということがよく分かりました。で人多いのに静かだよね。夏ほど多くないからちょうどいい時期かもね。うん。
戻ってきた。Do you recall when we were young, running from all things at once, without thinking twice? And I knew it would catch up, and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. 皆さん、私の指を見ていてください。ここに富士山が現れます。3、2、1。現れました。自分が現れてるじゃん。網富士でございます。もうちょっとテンション高めに言ってよ、わーって。皆さん見てください。富士山が、網富士が現れました。網富士というのはですね、赤富士の別名称とも言いまして、網さんが富士山になった時は網富士と言います。恥ずかしいからもうちょっとそんな丁寧に説明しないで。以上、マジックショーでした。And I still wonder where you are, and if you found a way out from the dark. 山焼き団子です。大室山でしか食べられないお団子に絵が描いてあります。美味しい。おいしい。美味しい。あ、そうなんだ。可愛い絵が描いてる。忘れてたけど、ここゆるキャンの聖地だったわって思い出したさっき。ゆるキャン出てきたっけ？ゆるキャンで山岳部のみんなで静岡にキャンプしに行くときに観光地として大室山来てたんよ。Bruises they come and they go, and we have to try. 結構のんびりと大室山で過ごすことができました。静岡県に来たらここは外せないスポットだなって思うような景色だなって思います。好きだね、この景色。すごい混んでるシーズン、例えばゴールデンウィーク夏休みとかだと、その待ち時間で結構わーって思っちゃう方も多いとは思うんだけど、登ったらやっぱすごい景色だから、一度は来ていいと思うな。あとは本当伊豆はね、いろいろと集中してるからコンパクトに観光できるっていうのも魅力的ですね。この伊豆シャボテン公園、動物公園っていうのは、カピバラが温泉に入ってるっていうシーン、多分テレビでは一度は見たことあると思うけど、そこの元祖の場所です。ここにいっぱいいる温泉に入ってるカピバラが。うちらは今回サボテンを買いたくて行きたかったけど、ちょっと高かったので今回はやめました。その入場料が高かったってこと？そう、3000円ぐらいしたかな。そうか。サボテンをこう自分で抜いて寄せ植えをしてもらえるっていうのができるのが、してもらいたかったっていうか、結構魅力的だね。うちらからしたら、見てる人からしたら、すごいシュールな映像だよね。家に住み始めて観葉植物とかね入れ始めて、それは思うようになったかもね。サボテンって乾燥地帯だからさ、そんなに寒くなければ車の中とかでも育てられたんじゃない？いやー、さすがにその殺しちゃうじゃないけど、死んじゃったらかわいそうだからそれはやらないけど。これから10分もかからないぐらいのところにご飯を食べるとこがあるので、こちらに向かっていきたいと思います。はい。もう間もなく着きますが、この目の前にあるところがグランパルになります。こちらでイルミネーションを楽しもうという予定になっております。このイルミネーションが綺麗だっていうのをお勧めはしていただいてて、ちょっと伊豆に来ようと思ってたんで、こちらで今年は楽しもうかなというところですね。あとは今日の予定としては、道の駅グランプリにランクインしてる、マリンタウンっていうとこがあるんですけど、今ここ伊東市ってとこで、ここによって温泉に入って帰るというプランです。伊豆高原ビール。私はビールを飲みます。仕事頑張ったから。いいよ、飲んで。飲まない飲まない。頑張ってるからね。君も頑張ってる。もう机に着いたらこんな感じでいっぱいメニューが並べてあって、このパターンは初めてかもしれない。種類多すぎて、僕らはこちらの午前系を食べたいと思ってきました。これで番号を選んでこっちで注文するみたいなタブレットでなんか難しい。
もう芸能人の色紙がすごかったね。確かに、まあ昔からいろんな人が来てるみたい。この辺もすごいここならではというような本当にものになってるけど、ビールとか飲みたい人はもう完全に昼から飲めるようなつまみ系と、あとはやっぱ金目がバーとかで来る人が多いのかもしれないね。そうだね。あ、こっちに200席完備って書いてたからね。いろいろありすぎて品数は本当にすごいやばい。ではいただきます。すごい大きいね、着物。そっちね、金目は切り身と書いていたけど意外とコンパクトに見えちゃいました。贅沢品ですから、着物大。大事に食べなきゃいけない。より干物とか全然食べなくなったから嬉しい。アジはね、またマズの方も有名なので、そっちで食べたいお店があって、昔教えてもらってから日本一周中に行けなかった場所があって、いけす屋だったかな。また次の機会にしたいんですけど、干物を食べたくて。わ、うまい。結構こっち濃いめの味付けにしてあるわ。塩がしっかり効いて、じゃあはい、ご飯の上に乗せてあげますよ。美味しい。金目はふわふわしてる。身がふっくらしてて、こっちも美味しいよ。こちらもどうぞ。ご飯にのっけてあげる。濃いめの味付けだからすごいご飯も進むし、お酒が進みそうですね。お酒も進みますこれ。香ばしく焼いてあるからすごい美味しい。中がふっくらしっとりしてる。めっちゃ味染みてるわ。うまい。食べ応えあるね。でも大きいよね、絶対ね。美味しい。私は干物を小さい頃からよく食べていたので。アミ魚食べるの上手だよね。俺超下手くそなんですけど、アミめっちゃ綺麗に食べるいつも。まあやっぱり生活の中でよく食べてるものはそうなるんでしょうね。で俺骨も食べるっていう感覚が分かんなかった。特に私はお肉とかのさ、こう軟骨とかまで食べるの知らないレベルだったの、最初の時。これで食べれるんだ。大得意です。魚と肉でね、分かれてたから。ごちそうさまでした。この味の干物でかすぎて、もう後半はだいぶ箸のスピードが落ちてしまいました。それぐらい大満足するお料理でございました。今の場所からまた30分ほど北に登って道の駅伊東マリンタウンに向かいたいと思います。今日こちら温泉があるんですけど、ここに入って帰ろうかなと思っていますので、一回またさっきの最初の場所まで戻って夕方ここに入ってから家に帰ろうというような流れで考えております。はい、結構いっぱ雲多いい来てるね。ね。どこに止めたらいいんだこれ。関東の方から来やすいからか。関東圏のナンバーが多いね。いっ完ぱい。全に港だね。なんかジブリの世界みたい。これヨット？普通の船。これどういうあれなの？普通に漁のヨット？乗れるヨ上にット？帆が立てられるよね。全然俺そういうの詳しくないかいっら。ぱいある向こうまで。賑やかな道の駅だね。ね、見た目っていうかカラーもすごいカラフルだし。派手さが。向こうまであんだ。向こうの方が温泉かな。涼星くんは伊東市にやってきました。あれここ伊豆じゃない。伊豆は伊豆湖へ。伊豆湖へ。伊豆は伊豆湖へ。おーい、イルカイルカ。お前が乗ってんのがイルカだよ。本当だ。僕イルカに乗ってた。この場所は静岡県内の地酒をたくさん取り揃えててすごいなって思います。すごい楽しい、見てて勉強にもなるし。逆に多くて何買えばいいか分かんなくなるのも事実だけどね。まあ多分つまみになるものがいっぱいあるじゃん、海鮮で。だから取り揃えてんだろうね。関東の人たちはここは
楽しいだろうね。ねお酒が一気に買えて。確かにね。こう静岡に来てお茶を買うことが増えたんですけど、グリ茶っていうのをさっき買いました。初めて。グリ茶っていうのは深蒸し茶なんだろうけど、そのお茶の製法過程で茶葉をまっすぐ伸ばすっていう工程があるのを、それをなくして製法されてるのがグリ茶っていうことみたいです。甘みとかが結構あるって書いてあった。またお家で飲んでみます。爽やかというふうに言われてるそうです。で、ねそれと同じお茶のプリンを買いました。これをちょっとりょうくんが怖い怖いって言うから一つを半分にしてどんな味かを試してみたいと思います。いや怖い怖いっていう何が？お茶が怖いんでしょ？そんなこと言ったことないよ。いや俺もさ、そろそろもうおじちゃんと言われる、おっちゃんって呼ばれるからさ、お茶の好きなおっちゃんになろうと思います。あ、お茶になるのが怖いからお茶も怖いって？意味がわかんないんですけど。わかんない早く開けて。わかんない。まあやっぱ最初はそのままですよね。まあそうですね。もういただきます。おお、お茶だ。めっちゃお茶の味だけど、おおめっちゃ濃い。お濃い茶。濃いんだけど別に苦味とかはないので爽やか。最初苦って後味がすごい爽やかだね。すごい意外と滑らかなプリンでした。美味しい。Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Walk through the rain with me. Get こちらのオリジナルコーヒーになります。苦味が最初に来て、ただキレがいいからすっきり後に残らないコーヒー。酸味はあまり今は感じられない。なんかチョコレートのような感じもするし、ちょっとお高めですけどね。まあ、950円のコーヒーってなかなかないからね。でもこの器込みでの楽しみ方っていうところなのかな。炭火焼きコーヒーっていうのはもう熱源が完全に 100% のものじゃないとそう言えないらしいので、もう実際それやってるところ見たことないんだけど、炭火でじわじわと焼いてるんだろうね。私の器はレモンの器。素敵だね。器の数がすごいよね。飾って器ある。の数すごい。喫茶店みたいな感じかな。うん。だけどすごい広々としててゆったりできるし、外国人向けに英語の表記とかもあるので、本当だね。ちょっと休憩にいいんではないですかね。確かに美味しい。ガンパル公園に来ました。夜間の間は無料でイルミネーションを楽しむ人は止められるそうです。やってみたな。入園しました。入園しま大した。人1人平日料金で1800円で入ることができました。はい。土日は1900円みたい。すごい蝶々だ。蝶々だね。パタパタしてる。斬新です。蝶うん々。蝶々だ。写真スポットだ。どう？神々しい。なんかなんとも言えない光景だねこれね。なかなかないね。面白いかも。蝶々いい感じって感じ。すごいちゃんと羽がさ両方動いてる。竹取物語エリア。かぐや姫じゃなくて何これカピバラ？これなんなんだろうねこの子は。大吉のも大吉か。兆し。大吉の兆し。奥行きが結構ありそうです。やっぱりさ場所によって結構特徴ってあるんだなって思うよね。いそうだねろいろ行ってきたけど、うんここはこういうちょっと今まで見たことないちょっと和紙っぽい感じのイルミネーションあったりとか、和なイルミネーションいいよね。ねいいね。それは初めてだった。人が少なくてすごくゆったりできます。平日めっちゃいい。しかも11月まだ初旬だからね。スタートしたばっかりなんだよ。あそうかだからか。そう11月8日か9日からやったからさ、本当に最近。なんか無料で電車に乗れるみたいな日があったりするんだけど、んわかんないどれかは。冬だね。冬ですイルミね。ネーション見ると冬だわ。
すごいミラーボールが本当だ。いい。なんかちょっとパラパラやっといた方がいいかな。いややめとくわ俺。竜宮城だ。一応魚がちょこちょこいるね。ああ、ここはもう竜宮城ってこと。そういうことこれは海なんだ。竜宮城にはウサギがいるんだね。すごい竹取物語エリアを抜けてちょっとなんかワープしてきてあ竜宮城っていう話の流れ。すごいちゃんとストーリーがあるんだね。綺麗だけどちょっと面白いワクワク感もある。ねすげえ幻想的。え。もう Dear Santa, tell me that you'll make it here in time. Yeah, this boy is on my mind. The number one thing on my wish list. Oh, Santa, tell me you know that I've been good. I put the lights up just for you. You're the only one who can make my dreams come true. なんかしっとり楽しむイルミネーションというよりかワクワクするようなそうだねイルミネーションだった。すごく斬新だね本当に。で先ほど2人の話し合いの結果話し合い伊豆だからあ、伊豆だからそう。竜宮城なんじゃないかっていう。ちょっと海にもちなんでるし、やっぱ動物園もね、ほらあるじゃん。だからいろいろ融合して。来てるんだろうね。11周年って書いてたからね。毎年このテーマなのかな。どうかなんだろう。な。まあちょっとずつ変えたりはしてるだろうけどね。なかなか面白いと思います。新しい経験ができてよかったです。それからまた30分かけて道の駅に来ました。マリンタウンで朝日の湯という温泉で、温泉に入って富士宮市まで帰りたいと思います。下道で帰るとだいたい2時間ぐらいなので、ただいまの時刻6時40分です、はい8時ぐらいまで入ってから帰るので多分家に着くのは10時過ぎかなと思います。はい、半日ちょっとでしたけど十分伊豆半島の方を自分たち的には満喫できたので良かったなと思います。もうちょっと行きたいところもあるはあるんですけど、ぼちぼちおいおい行きたいと思います。イルミネーションの規模的には、今までこう大きいところに行き過ぎてコンパクトな感覚もあったんですけど、他にはないコンセプトのイルミネーションだったので、そこがすごく面白かったなと思います。地域性のある地元に根ざしたコンセプトみたいな感じのイルミネーションでまた良かったなと思います。あんまり寒くもなかったし、ちょうど良かったかなと思います。割とオフシーズンで今日一日通して人も多くなかったので割と観光しやすかったなと思います。ゆったりと楽しめた一日になりました。はい、この後はまた安全運転でりょうくんに運転してもらって帰りたいと思います。ということで今回の動画はここまでです、この動画がいいなと思った方はチャンネル登録と高評価よよろしくおろしくお願願いしいしまます。す。今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたありがとうございました。寺田夫婦でした。さよなら。さよなら。これなんだろうね。ネギでしょ。白髪ネギでしょ。白髪ネギか。白髪ネギと一緒に食べるんだ。初めてじゃない。こんなに感動するポイントなんだ。白髪ネギって自分の白髪もこうやって追加してみたい。やめろ、そんなこと言うの。味食べました？まだこれから。